これはその抜き差しせずにこのままずっとラチェットのようにして回していけるっていうレンチなんで、電気屋でもこれあるあるやね。あるあるですね。こう奥まったところとか。あ次なんですけど、僕らメインに電気工事を仕事としてまして、電気工事の職種でも使えるんじゃないかなみたいな工具ってあったりしますか？はい、ちょっとね考えてたんですけど、はい、これなんてどうですかね。何ですかこれは？これはちょっと変わってるんですけど、10ミリのレンチなんですが、どっちも10なんですね。はい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 。片側がフレアナットって呼ばれる形状になってるんですけど、配管とかでよく使えるような形状になってるんですが、片側が早回しできるスパナなんですよ。スパナってこう入れて回してまた抜いてこう入れて回してっていう繰り返しなんですけど、これはその抜き差しせずにこのままずっとラチェットのようにして回していけるっていうレンチなんで、これもぜひ一回デモしていただければなと思ってます。ありがとうございます。はい。そしたら試させてもらいます。今説明してもらったのはどういうことかということで、はい、僕らよく配管するんですけど、これは1本なんですけど、このサドルで止めるときよくあると思うんですけど、短いピッチで止めなあかんときって結構サドルが並ぶじゃないですか。配管がここにおるからってことですね。そうですね。サドルが並んでこう並んでってしてくるんで、ここでちょっと太い工具やと配管と配管の間で当たって入らないんで、薄いやつとかでするんですけど、これやとラチェットの機能も兼ね備えてるんで、こう1回ずつ取らんでもこういうことか、こうちょっと聞かせようか、聞かして聞いた段階で外す時もいいですね。回していける。一回浮かさなくていいっていう。だから薄い板ラチェみたいな感覚で使えるし、プラス板ラチェやったらそうです、横から入れなあかんけど縦でこうやって入れれるんで、外す時もこう。なんでこれサドルですけど、配管のネジ飛ばすネジあるじゃないですか、あれだと8なんですけど、こうノーマルがこう並んでる時とかってすごい厚みがないんで、これでネジ飛ばす時にカチャカチャっていったら便利だと思います。じゃあこのもう一個の方、店長さんの方に教えてもらいましょうかね。こちらですね。普通のスパナってこういう形状をしてますよね。なんですけど、フレアの方はこの先がもう少しこう絞まった形状をしていて、かつこう厚みがある。つまりこういうナットに対して、ボルトとかに対しての当たる面積が非常に多いんですよね。接地面積が多いので、普通のスパナに比べるとこうボルトの滑りにくさがアップします。滑りますもんね、たまに。そうですね。なので今見ていただくと分かる通り、結構この接地してる面積しっかり、多いので、これに近いくらいの接地面積があるんですね。こっちやとなかなか本締めってしにくいですもんね。そうですね。でメガネで締めると、こっちやと横からも入れれるし、接地面も多いし、メガネでええやんと思うけど、メガネやったら中間でというか。例えばこれが配管だとして、こういう配管が出てた時に普通のメガネだとどうしても入んないですよね。アクセスできない、けど、こういうフレアナットレンチだったらここをかわしながらこういうアクセスができる、かつメガネ並みの接地面積があるんで、こうボルトが並みにくいっていう。結構繊細なビスでもいけると。そうですね。これは面白いですね。ありがとうございます。こちらの正式名称が D&J のフレア&クイックレンチ。D&J のフレア&クイックレンチ。ありがとうございます。これはいくらぐらいですか？1本当ミリで、サイズによって違う。サイズによって違うんですけれども、参考だと10ミリで1830円。値段も安くて、こんだけ多機能なコスパのいい商品ですね。サイズが8、10、11、12、13、14です。車屋さんとかだったら使うんでしょうけど、僕らは電気屋で使うのがもう網羅されてますね。8、10、12、13、14ということで、ラックのジョイントとかいろいろ使えます。レースのカゴの時14なんですもんね、ナットね、上下。レースのレースのカゴする時あるじゃないですか。レースのカゴ、レースウェイの。レースの14にね。ありがとうございます。そしたら面白い工具を見せてもらったんですけど、次変わったやつ、僕の見たことないやつとか攻めてみようかな。このすいません、変な形って言ったら失礼なんですけど、これ何ですか？これはクローフットレンチって。クローフットレンチ、各メーカーさんいろんな形状を出されてるんですけど、さっき紹介させてもらったフレアナットレンチのヘッドだけって考えていただければいいんですけど、
こういう形状してて、ここに穴が開いてるんですけど、はい、この大きさは8分の3スクエアって言ったりするんですけど、まあ、規格になってるんですね、はい、これはどうやって使うかっていうと、こういうハンドル、スピナーハンドルって言ったりするんですけれども、例えばこういうハンドルにつけてもらって、こういう感じで合体させて使ったりするんですけど、はい、これでこういうボルトとかを回したりとかできるんですね。こんな感じでできますし、まあ、向き変えていただければこうもできちゃうと。これは要するに大体ストレートじゃないですか、はい、でもここに何か折る時とか。そうですね、はい、これはこうつけて回したりするんですよね。はい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 、はい、これって結局このボックスって言ったりするんですけど、要はスパナみたいな形状になってないんで、逃がしてあげられない。こうさっきの同じように、まあ、フレアとかナットとか締めるときに、まあ、ここに逃げがあるんで、はい、まあ、逃がしてこう回せるよっていう形ですね。そういうことですね。はい、これラチェットで使っていただいても、まあ、いいんですけど、こう回転はしちゃうんですよね。使えなくはないんですけど、はい、こうしてもいいですよ。狭いとこにこっちからなくて、こっちから差し込める。そう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 。いろんな形状があって、これはこういう形状なんですけど、はい、いろんなパターンがあるからあれか。エンジン側とか完全にスパナになってる形状とかもあったりするんですよね。あややん回数スパナになってるから。スパナになってるんで、こう例えば上からこう刺して回せるみたいな。普通のスパナやとこう上からかけれると思うんですけど、こういう感じね、普通のスパナやったら。ただここみたいにこの出っ張りがある場合、スパナの顎のこうクワガタ状になってるんで、こうまっすぐ入れようと思っても入らないじゃないですか。そういうことね。はい、例えば隙間がこんだけしかないと、だからこっちからスパナかけれないみたいな時に、これやったら90度横からこうアクセスできるんで、これでこう回せるみたいな。電気屋でもこれあるあるやね。あるあるですね。こう奥まったところとかのやつを回すときに、この差し替えできるこの首が触れるのが、ハンドルの位置がこう90度変えれるのが意外と効いたりとかするみたいな感じですね。これはあれ入らん時とかやね。そうそう、このソケットがこう入る、例えばここに壁があって上からしかスパナさせないけど、この出っ張りがある分スパナがかけれないから、たらもうこう上から横からアクセスしてやってこう締めるしかないみたいなとか。確かにここになんか壁がさらにあったら、これじゃないと無理やもんね。そうですね。そういうことね。結構機械もんとかがその奥まったとこにあったりとかすることあるんで、だから僕らが見たことないのはこういう形のがどんどん増えてるんですよね。ありがとうございます。勉強になりますね。素晴らしい。ガチェットメガネが薄くなりました。あ、これはねまた別です。はい、そしたらディーンコーナーっていうことで、まだまだ見たいし、ちょっと説明していきたいんですけど、ファクトリーギアさんまだまだいろんなコーナーがあるんで、難波に来た時に皆さんゆっくり見てください。じゃあこちらのコーナーは一回これで、本当はいろいろ見たいけど次行きます。広島のメーカーなんですけど、つけて焼くらしいんですけど、これ見えるかな、下に落ちてるの。超おすすめです。はい、ありがとうございます。全部見ていったらキリがないぐらい種類豊富なんで、これがディーンの、セミワイド8段キャビネット。こう腰でバーンと押してもこう入っていくような。はいはいはい。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。